はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回は仕込み会になりますね。で、今回の仕込みは何をやるのかっていうところなんですけども、ご紹介するのはこちら。はい、パートブリゼでございますね。で、料理とかですね、歌詞の基本となる甘くない練り込みパイ生地っていうような意味合いで、覚えていただいて OK かなと思います。で、このブリゼっていうのが砕けたとか折れたとかっていう名前、で、ありまして、で、口の中でね、ホロホロって崩れるような食感、もろくてね、サクサクっとした食感が特徴です。で、主にですね、キッシュとかタルトサレとかですね、塩味のタルトですよね。で、また甘さを抑えたフルーツタルトの土台として、結構広く使われたりするようなものになります。それではね、早速作り方の方行ってみましょう。それでは皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料の紹介です。こちらね、細かくカットしたバターですね。こちらご用意ください。で、こちらは薄力粉です。こちらもよく冷やしてあります。で、卵黄ですね。で、水。で、砂糖と塩ですね。で、まずですね、卵黄を軽くね、潰していただいて、で、水をね、ちょっとだけまず入れてあげてください。で、軽く混ぜてあげて、で、またね、ちょっと水入れてあげて、こんな感じでね、何回かに分けて水を入れて、ちょっとね、卵黄を緩めてあげてください。で、緩めてあげた後に、この残ってるお水の方に砂糖と塩を入れていきます。で、よく溶かしてください。これはですね、先に砂糖塩を入れてしまうと、卵黄の中で固まってしまって、なかなか溶けないっていうことが起きてしまうので、まず水を入れていただいて、で、このね、最後に水と合わせた砂糖と塩を入れてあげると均一にいきますよっていうところで、まずね、この卵液を作ってあげるところから始めてあげてください。こんな感じですね。で、冷やしたバター、まずね、入れてあげてください。この時ね、カードをもう使い始めると楽ですね。で、ボウルの中でまず和えてください。こんな感じで和えてもらえれば OK です。で、出ましたブンブンチョッパーですね。この中に入れてってあげてください。こんな感じですね。で、うおーっとですね、ここもうザ・パワーでいっていただくと、なんとですね、もうなんとも見事な砂状になります。はい。でね、機械とかではないので、中心部分が、溶け出したりということがなくて、非常にね、少量であれば、ブンブンチョッパー非常にね、優秀ですね。こんな感じでもう完璧な砂状になりますので、非常におすすめです。で、そうしましたらね、この卵液入れてあげて、混ぜてあげてください。で、慣れてる方だったら、もうここでね、大理石の上でバッとやっていただいても結構なんですけども、私ちょっと他人より手がね、熱いので、こんな感じでね、もうカードである程度固まるまで、混ぜてますね。で、ある程度まとまったところで、これね、まずひとまとめにします。で、あんまりね、がっつり練らないで、まとまれば OK っていうぐらいまでの練り方で大丈夫です。もうこんな感じで大丈夫です。あまり練りすぎないでください。白いところもね、ところどころあると思うんですけど、これで OK です。で、半分に切っていただいて、これ重ねます。で、ちょっと潰して、またカットします。これはですね、生地自体を積層にするために、こうやってね、カットして重ねてるっていうところですね。で、周りのね、生地も集めて、ひとまとめにしたら、これからラップでくるんでいきます。こんな感じでね、ラップでくるんであげたら、今度は綿棒で押しつぶして形を作っていきます。こんな感じでね、上からグッグッグッと押していただければ OK です。で、この時に生地を見ていただいてわかると思うんですけども、完全に混ざってないの分かりますよね。白い部分があるの見えますよね。この状態で問題ありません。むしろこの状態でないとサクサクしませんので、そこだけね、気をつけていただければ。こんな感じですね。で、これで1時間半から2時間は絶対冷やしてください。冷蔵庫に入れます。で、これが冷蔵庫で2時間入れたものですね。こんな感じです。では、これを
まず半分にカットします。で半分はラップにくるんで、これ冷凍で保存できます。はい。で、これで、ね、半分は冷凍にしましたので、この残った半分を生地にしていきます。まずね、冷えてますので、グッグッグッと上から押してあげて、丸い形を作っていきます。で私黒い手袋をしてると思うんですけども、これは私の手がですねやっぱりすごい熱いので、こうやってねできるだけ熱がいかないようにこういったね手袋をしてます。でこう触ってみて、やはりですね私がこうやってねこう若干触ってみるとやっぱりあったかいなということで一回冷やしましたね。はい。で、冷やしたら今度固めます。型を取りまして、だいたい円形にしまして、でタルト生地のタルト型に入れていきます。もうここからは私の手が熱いですので、もう本当に手早くいってます。で、余った生地でねこうやって端っこをギュッと押してあげると綺麗にいきますね。で必ずねこの余ったところを取っちゃいます。こんな感じですね。でフォークでねグッと穴を開けて、膨らみ防止の穴を開けていただいて、でこれで空焼きしていきます。こんな感じですね。でペーパーねかまして、そこにタルトストーンを入れていきます。でこの時ね、オーブンの方は210度で、まず予熱してます。210度で、まず予熱してます。ではこれからオーブンの中に入れます。で、これで、予熱したところに190度で20分入れます。で今これ20分経った状態ですね。でそうしましたら、このタルトストーンを取っていきます。熱いので気をつけてやってください。私はね、熱いの慣れてるんで手使ったりとかできるんですけども、皆さんは本当にやけどしないようによろしくお願いします。でこんな感じでね OK です。でそうしましたらこのままね私ちょっと一品作ろうかなと思いますので、卵黄を塗って防水加工をします。で焼き上がりましたね。こんな感じです。これでねキッシュを作るんですけども、漏れることなく防水加工できてますので、今から作っていきましょう。こんな感じですね。ではね、ここに夏野菜をですねもう火入れしたものを用意しました。こちらね、まずね、このトマト、フルーツトマトをですね、でヤングコーンですね。でトマトの方はもうね、ドゥミセックにしてまして、でこうナスとズッキーニ、素揚げしたものを用意しました。でドゥミセックにしたこのセミドライトマトはカットして、こんな感じで並べていきます。夏野菜のキッシュを作ろうかなっていうところですね。こんな感じです。で、卵黄、卵とですね、全卵と生クリームと牛乳で作ったバラユーですね。これを流し込んでっていうことですね。詳しいね、分量知りたければ概要欄の方に載せておきます。で、こんな感じでね、揺らして空気を抜いてあげて、で、チーズを振っていきます。もうここはね、私の好みですね。チーズをちょっと振りまして、で、焼いていきます。で、こんな感じですね。160度でだいたい20分ぐらい焼いたものになりますね。どうでしょうか。パートブリゼのね、こうホロホロっとしたところが見えるんじゃないかなと思いまして。断面はこんな感じですよね。いいですね。
パートブリゼでございますね。いかがでございますでしょうか。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。パートブリゼのご紹介でございました。でね、今回はね、ちょっとおまけで、簡単にではございますけども、夏野菜の機種ご紹介させていただきました。ではね、ここからは専門的なお話を進めさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、ではね、パートブリゼ、専門的なお話に入る前にですね、用語の定義についての補足説明をちょっとさせてください。で、どういうことかと言いますと、このね、今回の動画の方では卵黄を使用したレシピをご紹介しております。で、こちらですね、フランス料理の、成果とかですね、厳密な古典定義ですよね。学校の教科書とか、成果衛生士の試験なんかではですね、はっきりと区別されているものになります。で、どういうことかと言いますと、まずパートブリゼですね。これは基本的に小麦、バター、塩、水っていうこのね4つの材料で基本的に構成されたものをパートブリゼという形で、勉強されている方がほとんどかと思います。で、もう一つパートアフォンセっていうものがあります。で、こちらが、小麦、バター、塩、水、卵ですね。それをですね、型に敷き込むための生地、今回のような動画の生地のことをパートアフォンセと言います。したがって、厳密な古典とかアカデミックの分類に従えば、今回の動画はパートアフォンセになります。じゃあ、一方で、現代のね、プロの厨房とかフランスのね、料理辞典、においてはですね、この区別が講義に解釈されてまして、卵の有無に関わらずですね、キッシュ等に使う甘くないタルト生地の総称として、パートブリゼという名称が広く一般的に使われております。ちなみにですね、これガストロノミーの、最前線にいる一流のね、プロフェッショナルの方たちも本動画と同じように、卵を入れて扱いやすさを高めて、で、少しのね、色付けのために、このね、砂糖を加える手法をごく当たり前に採用しております。ですので、本動画では現代の現場で広く認知されている名称として、パートブリゼのタイトルで発信しておりますけども、成果衛生士の試験を学ばれている方とか、古典の定義をご存知の方には無用なね混乱を招かないように事実としてその内容をお伝えさせていただいております。これはね本当に日本特有の話になってくるかなと思っておりますので、まず事前にこちらの補足説明として、定義の補足説明をさせていただきました。ではね、まず最初にポイントをもうまず3つご紹介します。せーの、ドン。はい。まず1番目、こねすぎないことですね。で、2番目が切って重ねて積層にするっていうことですね。で、3番目、タルトストーンは焼き上がったらすぐ外してあげる。この3つがポイントになりますね。では、1つずつ、ご説明させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、始める前の大前提として、粉にしてもバターにしても水にしても、まず冷蔵庫でですね、キンキンに冷やしておいてください。これ結構大事なことになってきます。で、まずね、このバターと粉を合わせて、で、細かくする、サブラージュっていう、工程になるんですけども、砂状にするっていう意味合いになってくるんですが、私はこれをちょっとブンブンチョッパーで、使わせていただきまして、砂状にさせていただきました。で、大量にやるときは当然ロボクープ使うことがあるんですけども、どうしてもねやっぱり芯の部分、中心部分がモーターの熱だったりギアの熱とかで、ちょっとねバターが溶けてきちゃうっていうところが経験ある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、今回の量ぐらいであればもうブンブンチョッパーであればまずね、中心部分が溶けることもなく完璧なね砂状が作れるっていうところで、私はこのブンブンチョッパーを使わせていただきました。で、私自身がですね、ちょっと手が他の人よりもかなり熱いタイプの人間でして、で、混ぜるとき、本当はもう、マーブル、大理石の上で、混ぜ合わせちゃってもいいんですけども、私はちょっとね、手が熱すぎるので、ボウルにね、カードを持って、刻みながら、ある程度集まるまで、塊になるまで、カードで切らせていただいた上で、最終的に上でマーブルストーンの上でグッとやるようになったんですけども、その時にあまりこねすぎないでください。これがすごい重要で、こんな感じで、はい、完全に混ぜ合わさっ
ってないと思うんですよね。白い部分あると思うんですけども、この状態で結構です。で、この状態で、一度ですね、塊になった時点で、カードでクッと切ってあげて、で、重ねて少し潰して、また重ね、切って重ねてっていう形をすると、強制的に、この積層状態になりますので、これがね、生地がホロホロホロっとね、する、こう、一つのね、ポイントだったりします。はい。で、三つ目の、ポイントとして、タルトストーンですね。これは、焼き上がったらすぐに取ってあげてください。熱いんですけども、スプーンなんかを使ってあげて、まずある程度取った後に、紙をぐっと持ち上げて取ってあげれば OK かなと思います。そして、その時に、できれば、ケーキクーラーだったり、網の上にね、ちょっと、一段ちょっと高くしてあげて、底面にね、風が入るような、空気が入るような、段をと、取っていただいて、上げるっていうのが大事なことです。これなぜかっていうことなんですけども、側面のこの周りのところは、焼いてる最中にこう水蒸気がね、上へ上へ行くことができるので、側面はこうサクサクしてるんですけども、底面のところに対しては、やっぱりクッキングペーパーをかましてたり、アルミホイルをかまして、タルトストーンを置くと思うんですけども、そうすると底面の水分が逃げるところができなくなってしまって、結露がストーンを上げた時に、焼き上がった時に、ストーンをすぐ外してあげないと、見えないね、結露が溜まっていって、このね、湿気を吸っていってしまうっていうところがあるので、できる限り早く外してあげて、で、水蒸気を、こもっている水蒸気を早く逃がしてあげるっていうことが大事なことになってきます。はい、以上がね、パートブリゼのご紹介でございました。今後ね、郷土料理だったり、家庭料理をご紹介する中で、こちらのね、パートブリゼというのは非常に出てくる料理になってきます。例えばタルトだったり、キッシュだったりっていうところですよね。で、こちらをね、覚えていただければ、その家庭料理にしても、郷土料理にしてもスッとね、入れますので、ぜひぜひ、チャレンジしてみてください。そしてね、いつもハイプ、そしてコメントでの熱い、応援、非常にありがとうございます。本当にね、もう皆さんのレベルが高いので、私もね、本当最近ちょっと、すごいなみたいな感じで、コメントを読ませていただいております。で、非常にね、楽しくやらせていただいておりますので、本当にいつもありがとうございます。引き続きね、ハイプでの応援、そしてチャンネル登録、そして、高評価、コメントの方お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。